はい、お疲れ様でした。今日のランチはもう終わったんで、まかない作ります。毎日恒例です。今日はね、カキフライにしようと思います。カキが食べたい言うとったんで。このカキはね、加熱用を使ってください。カキフライとかやるときは。生食用と加熱用ってあるやん。あれ、実は、加熱用の方が美味しいから。生食用っていうのは、加熱用っていうか、普通の牡蠣って食べたら当たったりする菌とか持ってるから、それを取り除くためにこう流水で何日か買って抜いてるから、ちょっと旨味も抜けてんねん。だから加熱して食べるときは加熱用の方が絶対にいいんで、加熱する料理の時の牡蠣は加熱用を買った方がいいです。で、これ牡蠣一応さっと洗ってザルで水を切ります。で、今日はカキフライなんで、ここにちょっと塩コショウするんですけど、ちょっと美味しい塩コショウ、これ見える？ハウス食品さんの4種のペパーミックス、これマジで美味しいから、塩といろんな胡椒が混じってるやつやし、これちょっとこう振っといてください。こう結構スパイシーに仕上がるから、この塩おすすめです。マジで普通に焼いた肉とかに振っても普通にうまいということで作っていきます。で、カキフライとかフライ作るときって小麦粉をまぶして卵を通してパン粉つける感じやん。でもこういう水分の多いやつはそれやったらもうどえらいことになるからこういう水溶きの小麦粉、これちょっとたっぷりお店で使うから作ってありますけど、こういう水溶きの小麦粉に通して卵はいらないです。これを通してパン粉つけたらこいつが火入った時にコーティングしてくれて、牡蠣の旨味を中に閉じ込めたまんまフライにすることができるんで、覚えておいてください。特に水分が多いやつはこうした方がいいです。で、ちょっと周りにまとわせてパン粉の中に入れて、あとは表面にしっかりパン粉をつけてください。よいしょ。あら、あと1個あった。こんな感じで。で、あとはね、こうパン粉を上からかぶせて軽く押さえつけてくださいね。あんまり押さえつけたら潰れちゃうんで。こんな感じです。で、こう衣が周りについた状態になります。でね、このままちょっと中に埋め込んで 1,2 分置いといたら牡蠣の水分も相まってしっかり衣がつくんで、はい、ここまでできたらあと揚げるだけです。そしたら揚げていきます。油の温度はね、170から80度ぐらいがいいです。もう油の中に入れるだけですね。この間も言いましたけど、こう手前ちょっと食材をつけて手前から奥に放り込んだら油が全部向こうに跳ねるんで手にはかからないと思います。ビビって上から落としたらペチャンと跳ねるんでやけどするから気をつけてください。ということで揚げていきます。あと牡蠣は揚げすぎると縮んじゃうんで、火が通ってきたらね、牡蠣が膨らんでぷっくりしてくるんで、それぐらいのタイミングで揚げてくれたら大丈夫です。こんな感じです。
あとは上がるまで少々お待ちください。はい、こんな感じです。牡蠣から水分が出てきてなんかバキバキ言い始めるんで、そうなったら中に火が入っている証拠です。だいたいそこから30秒ぐらいしたら揚げてください。もう多分表面もカリッとしてると思うんで、あとはまあ表面に浮いてきた牡蠣がちょっと動き始めたら火が入ってる感じです。こんな感じですね。今動いてるわでしょ。こういう感じです。わかった？わかりました。こうこういう感じで動くんで、もう上がってます。そしたらはい、ストップ。来ました。盛り付けていきます。こんな感じですね。水溶き小麦粉でつけてるんで、牡蠣がコーティングされて中にしっかり旨味が閉じ込められてますし、食べた時にジューシーに感じると思います。こんな感じです。できました。ほな食べたいと思います。はい、できました。うまそうに上がってるわ。じゃあ食べてください。いただきます。これ一応うちのソース、これかけてタルタルソースつけて食べたらめっちゃうまいから。2つともかけるんですか？いや、それはもう自分の好きなようにかけて。そんな。いただきます。はい。どう？うんうん。美味しいやろ？なんか髪の毛またピンク色になってきたな。また？うん。またですか？こっち来たのかな？なんかめっちゃ衣がサクサクって感じです。天才なんや俺。でも中めっちゃ柔らかいみたいな。知ってる？俺テレビ出てんねんで、串カツのエキスパートを言うて。素晴らしい。揚げ物得意やねん。じゃあこんな感じで今日も美味しくいただいてもらいます。美味しくいただきます。ありがとうございました。